こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まず ETF 関連から見ていきますと、7RCC が申請していたビットコインとカーボンクレジット先物の ETF、スポットビットコイン&カーボンクレジットフューチャーズ ETF の可否が延期となっています。11月21日まで延期とのことですね。申請された時も取り上げましたけども、これはビットコインの割合が 80%、炭素クレジット先物の割合が 20% の混合 ETF となってまして、その後が注目されてましたけども、今回延期となってます。昨日の米国のスポットビットコイン ETF のフローに関しては、前日のマイナス 2.8 億ドル相当流出からですね、だいぶ緩和されてまして、現時点では全体でマイナス 0.37 億ドル相当となってます。で、イーサの方は特に変わらずですね、全体でこちらもマイナス 0.37 億ドルとマイナスとなってますね。で、一方、香港の方はビットコインイーサともにゼロとなってます。あと他ビットコイン関連では、スイスの銀行 ZKB がビットコインとイーサの取引を顧客に提供することを発表しています。ZKB が提供しているモバイルアプリ e バンキングを通じて利用できるようになるとのことですね。ZKB が提供するこのサービスによって、スイスの他の銀行も顧客にビットコインとイーサの取引を提供できるようになると、サービスの拡大が期待されています。今後スイス方面から流入があるのか注目ですね。ビットコインの価格は現在 58,200 ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米上列基準係数が予想の 812.0 万人に対して結果が 767.3 万人と大きく予想を下回ってまして、また前回6月分のですね、818.4 万人も 791.0 万人に大幅下方修正と、また再度逆イールドが解消されたことから、米景気後退懸念がまた強くなってまして、米ドル安、米金利下落傾向と、米株関連も強くは慣れてない状況となっています。米国債金利は 3.755 を推移しておりまして、ナスダックが 18,921、S&P500 が 5,522、ダウ平均が 49,74、金ゴールドが 2,495 ドル、日経平均が 37,047 円、ドル円が 143.66 円となっています。個別株の方では、おとといですね、NVIDIA の株価が米史上最大の下落幅ということで話題になってですね、で、その後、米司法省から独禁法関連で NVIDIA に召喚状が出てるんじゃないかという報道が出て、また話題になってましたけども、NVIDIA はその報道を今回否定してます。で、この否定の声明が出たのが、米市場がちょうど閉まったあたりなんで、本日開場後ですね、どのように動くのか注目ですね。あとはファンドのニーダムが、マイニング株のコアサイエンティフィックとテラウルフに買い、アイリスエナジーにホールド評価を出しています。マイニング企業が持っている電力容量が AI 関連のインフラを支える要因になる可能性があるということで、高く評価されてますね。仮想通貨関連株、マイニング株は基本横ばい、マイナス推移なんですけども、対象のコアサイエンティフィックはプラス 5.0% と比較的強くなってますね。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 2.94%、額としては299億ドル相当、比率として全体ではロングが 53.0%、バイナスミはロングが 66.0% と上入りになっています。今後の指標としては、本日9月5日に米 ADP 雇用者数、米非製造業 PMI、ISM 非製造業景気指数、9月6日に米雇用統計8月、ユーロ実質 GDP 第2四半期確保値、9月9日に中国の PPI、CPI、ドイツの小売、米卸売在庫、7月の確保値などが控えています。各アナリストの見解ではですね、そのビットコインの供給量の 74% が流動性が低くなってるんで、強気の兆候であるとかですね、フェア&グリッド指数、恐怖指数が低下していることや、先物の資金調達率が低水準を維持していることから、過去を見る限りではですね、底値が近いんじゃないかとか、あと過去数回の反撃後のパフォーマンスと比べると、今回非常に仮想通貨市場が弱くなってるんで、反撃バブルが来ないんじゃないかとかですね。先日と比べると、若干下寄りの見解が目立つようになった印象はあります。この反撃バブル来ない説に関してはですね、私も随分前にメンバーシップの方で、一つのシナリオとして挙げさせていただいた記憶ありますけども、やっぱり過去とあらゆる状況が違うんで、同じような見解が出ますよね。短期的に見たら、今週も本日ですね、明日と注目指標が並んでまして、未だに警戒が解かれてない状況なのかなと思います。チャートだけ見たら56,000で再度反発して、で、また58,000の攻防になってますけども、これも今夜の指標次第になると思いますね。
時間帯としては本日日本時間9時15分にですね、米 ADP 雇用者数、9時半に米新規失業保険申請件数、10時45分から11時にかけて米非製造業 PMI、ISM 非製造業景気指数などが控えています。それらの結果に注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2460ドル、BTC 建ては 0.0423 と、先物の方では、OI は全体でプラス 2.94%、額としては105億ドル相当、比率として全体ではロングが 53.3%、バイナンスミはロングが 71.7% と上入りになっています。CME のイーサ先物の取引量がかなり下がっているのも注目されています。7月と比べると、8月の取引量が 31% 減となってますね。ETF から一息ついての反映かなと思われます。昨日と比べると、各アルトが BTC 建てで回復しているように見えまして、イーサも同じような動きになってますけども、イーサ単独では特にファンドもないんで、未だ単独で強くなってない状況なのかなと思いますね。チャートだけ見たら、ドル建てでは8月8日の底、2300で再度反発した展開になってますけども、2600のラインを抜けられずですね、まだ右肩下がりの印象が強いのかなと思います。これも指標次第になると思いますけども、2600の攻防に乗ってこないと厳しそうですね。今後イーサの単独ファンドが出るのか注目ですね。あとここからその他の動向になります。FRB がユナイテッドテキサス銀行に業務停止命令を出しています。銀行がやるべきリスク管理、マネロン防止法の遵守を怠ったとして業務停止命令が下っています。このユナイテッドテキサス銀行はですね、過去にUSDC のサークルと提携したりと、割と仮想通貨寄りの銀行だったんで、今回の動きが注目されています。また FRB の仮想通貨関連銀行に対しての執行措置が8月のカスタマーズバンコープ以降ですね、2回目ということで、FRB の取り締まりがより強まっているというのも警戒されてますね。あとはユニスワップ関連ですね。CFTC とユニスワップが和解しています。この訴訟に関しては、CFTC がユニスワップに対して無登録でデリバティブ取引を提供している違法業者として訴えてたんですけども、今回17万5000ドルの和解金で和解となっています。CFTC 対ユニスワップはこれで一旦終わりだと思うんですけども、SEC 対ユニスワップはまだ続いてまして、今回ニューヨーク司法長官がユニスワップに関連することで A16Z とユニオンスクエアベンチャーズに召喚状を発行したという報道が出てます。で、過去の件と、今回の CFTC の件を見てもですね、お金払って終わりという感じになりそうですけども、現状は未だ争いが続いているという状況です。ユニの価格は現在 6.4 ドル、BTC 建てはプラス 4.7%、時価総額は24位ですね。CFTC との和解からか比較的強くなってます。SEC 問題がどこまで続くのか注目ですね。あとはマウントゴックスのマーク・カルプレスが新たな取引所を開設するようです。取引所名はエリプ X、マウントゴックスの経験を生かして透明性とユーザーフレンドリーを重視した取引所を目指すと、ヨーロッパで今月中に開設予定となっています。厳しいと言われている欧州の MICA 規制にも準拠するよう取り組んでいるようですね。また旧マウントゴックスの顧客は取引手数料で特別割引を受けられるサービスもあるとのことです。このマウントゴックスでやられた人がもう一回ここに預けるという世界線はあるんですかね。なかなか考えづらいですけど。で、このマーク・カルプレスですね、その WebX でもステージ登壇してましたけども、なんでこの人こんなに頻繁に露出するんだろうなと、メリットあるのかなと思ってたんですけど、いろいろ辻褄が合いましたね。やっぱり次を見据えてたんですね。で、このヨーロッパで立ち上げるっていうのも、なんか意味がある気もします。敵が少ないところで、まずシェア取ろうみたいなね。このエリプ X が覇権を取る時が来るのか注目ですね。あとは昨日も取り上げましたトランプ氏の息子たちのプロジェクト、ワールドリバティフィナンシャル関連ですね。昨日もあんまり良くない情報流れてましたけども、今回問題視されているのは、このワールドリバティフィナンシャルのトークノミクスですね。で、グラフのソースがないんですけど、トークンの 70% がチームへの割り当てとなってまして、運用費用として使用されるようです。で、残りの 30% が一般販売となってます。トークノミクスって大体チームへの割り当てが 30% とかでも場合によっては高いとか言われてる時代ですから、70% ってのはね、かなり高いですし、批判があってもおかしくない数値になってますね。あと最近のこのワールドリバティフィナンシャル関連の話題について懸念する声も上がってまして、
先日までの情報をざっくりまとめるとですね、つい最近ハッキングされた同ファイナンスのメンバーが関与してて、あんまり信用できそうにないナンパ系 YouTuber も絡んでると。で、しかもトークのミックスもチームが 70% を確保してる。で、そもそもハッキングされるリスクもあるし、ホワイトペーパー見る限りでは、ハッキングされなくてもうまくいく感じがしないと。で、このプロジェクトが失敗した場合ですね、トランプ氏の息子が関わってるプロジェクトですし、現にトランプ氏自身が推してるんで、これが失敗したら、現在トランプを推してる仮想通貨民も撤退する可能性があると。イコールこれがきっかけで、トランプ氏が大統領選に負ける可能性があるということで、心配の声が上がってるんですよね。で、実際最近もトランプ氏の娘たちの X アカウントが乗っ取られて、スキャムの PR に使われてますから、敵が多いだけにですね、このシナリオもあながち無視できない状況になってますよね。で、一部では何とかしてこのプロジェクトを止めようみたいな流れになってますけども、これもね、どうなるんでしょうかね。大統領選の予測はトランプがリードを広げてますけども、このワールドリバティフィナンシャルショックが起きてしまうのか、今後の進捗に注目ですね。あとは日本の仮想通貨に対する税率が 20% になるんじゃないかという話題がグローバルで話題になってますね。一部ではもうすぐ施行されそうだみたいなニュアンスで伝えられてますけども、金融庁の資料を見るとですね、その現代の流れから検討する必要があるという要望が出てるだけで、具体的にじゃあいつからというのは今のところ決まってないですよね。もう何年も前からやってるこのやりとりなんで、一部からはやる詐欺だなんて言われてますけども、これも実現する日が来るのか注目ですね。あとここからアルト関連になります。リップルの CEO ガーリングハウス氏がですね、リップルのステーブルに関して言及したのが話題になっています。韓国で開催されている KBW で、ガーリングハウス氏はですね、RLUSD は数ヶ月ではなく今後数週間以内に展開すると、現在非公開のクローズドベータ版の段階ですと語っています。またリップルの米国での株式公開、IPO に関しては興味がないと否定してますね。昨日も XRP レジャーの EVM 互換が話題になってましたけども、立て続けにファンダが出てます。XRP の価格は現在 0.558 ドル、BTC 建てはプラマイ0あたりですね。時価総額は7位です。内部的なファンダでどこまで影響があるのか注目となってます。あとはエープコインのエープチェーンが間もなくリリースされるようです。ユガラブスチームが声明を出してますね。ブループリントと呼ばれる新たな取り組みで、主にロードマップの再編、コミュニティの発展が期待されています。エイプの価格は現在 0.61 ドル、BTC 建てはプラス 3.3%、時価総額は144位ですね。長期では絶賛底値更新中ですけども、このチェーンの立ち上げで浮上できるのか注目ですね。あとその他リリース、資金調達関連では、次世代ステーブルインフラプロバイダーと言われている WSPN が3000万ドル調達、デリバティブプロトコルのボルメックスがソラナの指数 SVIV をリリースと、モジュラ系の ZK ベリファイがインセンティブ付きテストネットリリースを発表しています。これらの今後の進捗にも注目ですね。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。